皆さんこんにちは、猫です。皆さん楽しくトレカ収集されてますか？今回はですね、私がトレカ始めて、半年以上、もうすぐ1年がだいぶ近づいてきましたけど経ってきまして、収集し始めた時のですねこととかを思い出しまして、カードがあることは知ったんですけど、まず何を集めていいんだろうとかですね、とりあえず箱を買えばいいのか、あとケースどうしたらいいのかですね、いろいろ悩み事があったことをですね思い出しまして、今回はですね、そういったことをこの初心者向けというか、興味あるけどもまだ始めてない方向けにですね、ちょっと動画を撮っていって、少しでもトレカを楽しくですね集めるようなこういった仲間がですね、増えてくると私も嬉しいなと思いますので、コミュニケーションした意見交換ができたりとかっていうのができてですね、裾野が広がっていけばいいなという、思いがありますので、そういったところがですねできればということで、ちょっとこの動画を撮ることとしました。はい、なので今回のこの動画はもうすでにトレカいろいろ集められていて、詳しい方向けっていうよりもまだあまり知らない方、そもそもこのカードの収集ということがまだ経験がない方とかですね、そういった向けの動画になります。でまずですね今回は第1回ということで、まずこのトレカをですね始めるきっかけみたいなところについてお話ししたいなと思ってます。で大きくですねこのトレカの趣味を始める方は根拠は大きく2つかなと思ってまして、一つは、好きな選手がいたりとか、NBA が好きだとか、そういった理由でこのトレカに興味を持つっていうのが一つかなと。で2つ目はですね、もう最近よく言われてますけど、このトレカが投資に使えるみたいな話があって、それ目的で始める方と、この2通りがですね大きくいるのかなというふうに思います。ということでいきなり不純な理由が出てきましたけれども、投資というのは何かっていうと、今だとヤニス・アゼトクンポ選手という選手の、トレカはですね1枚2億円ほどの金額で取引されたというところがニュースになってましたけれども、そういった情報がですねヤフーニュースとかにも出ているので、そういうのがですねきっかけで興味を持たれるという方もいらっしゃるのかなと思います。で私いろいろとカードを入手して、特に自分がそんなに好きじゃない選手であったりとか収集対象じゃない選手っていうのは売却とかもしているので、そういった観点でですねこの人は確実にこのお金稼ぎ目的でやってるんだなっていう方もいらっしゃったりします。当然カードが好きで集めてんだなっていう方も多くいると思うんですけども、そうじゃない方もですねおられるのかなというところもあって、そういうの目的で、カードを収集されている方っていうのも、いらっしゃるのかなと、この、1年ぐらいやってきて思いました。でアメリカだと1億円とかって言いましたけども、アメリカだけじゃなくてですね、日本でも結構今この高騰っていうのはかなり来ています。例えばドンチッチとかですね、ザイオン選手とかその辺はもう今ヤフオクとかでもかなりの金額で取引されていて、もう私が見た中だとコビー・ブライアント選手のサインのカードとかドンチッチのサインのカードとかはですね、200万とかもう何百万っていうレベルの単位でヤフオクで落札されたりしています。なのでアメリカだけの話じゃなくて日本に限っても、かなり高額での取引がされていると。で私は投資目的で始めていないので、好きな選手のカードが欲しいということで、この日本人選手のカードをですね、集めるために始めたんですけど、トレカを始めてすぐこの渡辺選手のカードはフリマアプリで購入しました。で購入した時渡辺選手はそんなに活躍できてなかったので、これとか1枚多分500円ぐらいで買いましたね。この赤のクラックダイスの渡辺選手のカードすごい綺麗なんですけど、これとかこのサインカードもですね、このブルーシマーと言われてるやつですね、プリズムのこれもかなりかっこよくて私気に入ってるんですけど、これもですね多分2,3000円ぐらいで買えました。なんですけど今トロントラプターズに渡辺選手が移籍してからですね活躍をしだしているので、金額もどんどん上がっていっています。多分これとか今出したら何ですんだろうな、1万円はしないかもしれないですけど、多分5000円以下じゃまず買えないかなと。なので株と同じようにですね低いところと金額がこうガッて上がるところっていうのが、非常に見えていて、すごいリアルだなというふうに思ってます。
なので八村選手はデビューしてからずっと活躍しているので比較的高値で推移してますけれども、この辺のですね渡邊選手の例を見てもやっぱり金額っていうのはかなり上がり下がりするっていうのがこの日本国内でも起きているっていうのがよくわかります。でですね、当然その金額が上がってくるっていうことは、メーカーとかもですね、売る側小売店の方もですね、カードショップですね、もう当然高く取引されるってことはそんだけ価値が出てきているので、高く売れるということでどんどんカードの価格が上がってくるという現象が起きています。で、私も初めてカードショップにですね行った時に、衝撃を受けたのは箱をですね買いたいなと。で、昔私も数十年前に遊戯王とかポケモンのカードとかをですね、趣味で集めた時あったんですけど、その時ってやっぱり箱とかでも3000円とかで買えて1パック数百円で買えるみたいなのが当たり前の感覚だったので、お店に行ってですねそれぐらいかなという気持ちで、高騰とかいうのちょっと知ってたのでもうちょっと高いかもなっていう気持ちで行ったんですけど、それが4万とか5万とかっていう世界にして衝撃を受けたのをですね今でもすごいよく覚えてます。で、何回かはですねショップに行っても買わずにこれさすがに無理だなって言って帰りました。最終的に買っちゃうんですけどね。で、そういったのでですね当然ショップ側もどんどん高い値段で箱を出していて、でそれでも買う人がいると。買う人っていうのは安く買って高く売れる可能性がある状況だと、当然そのどんどんやりたい人が増えてくるので、その状況でですねどんどんと値段が上がってきているというところの現象があって、今のよく言われるバスケのカードの高騰っていうのが起きました。で、箱もですね安くて5000円とかで、それでもやっぱりいいカード、例えばサインこういったオートが入っているオートグラフですねが入っているカードっていうのは全然入ってなくて、ベースカードメインでインサートとかパラレルっていうのが多少入っているようなやつが、安く出てるけど、こういったサインが出るようなカード、これとかオピュレンスですね、オピュレンスのボックスとかだと1箱に、10枚も入ってないんですけど1箱26万とかそんな世界になっちゃっているところがあります。一発当てたら億っていう世界があるんだったら、当然値段は上がっていくよねっていうのは、その通りかなとは思うんですけど、そういったのが今起きているということですね。で、今からですねそのトレカを始める方向けに一つお伝えしたいのは、今お話ししたような例えばすごい高額になるカードっていうのはどの箱にでも入っているのかっていうとそういうわけではありません。で、私も初めて買う時にですねお店に行ったら何種類かカードの種類があって金額もそれぞれ違って、どれを買っていいかわからないっていうような状況になりました。なのでちょっとその辺の基本的なところだけ、お話をさせていただきたいなというふうに思います。で、まずですねここに並んでいるこの左側のカードですね、これはこのキラキラしたカードになっていたりとかして、このオプティクロームというような加工が施されています。で、このプリズムっていうシリーズがですね人気があって高いんですけど、こういったですねクローム加工されているカード、金額が高いです。箱の単価が基本的には高いものになります。で、それ以外にですねフープスという種類だともう本当にただの紙のペラペラの紙ですねでできているようなカードもあったりして、そういうのだと比較的安価にできていると。なので安い箱を買うと、こういったなんか頑丈なカードというかちょっとしっかりしたカードでオプティクローム加工とかされてないやつが出てきますので、見た目もちょっとしょぼくて、付加価値というかカードの価値としてもそんなに高くないようなものが、出るようなものになってます。で、そのくらい高くなってくると、例えばこういったこれもですね見ていただくと分かるんですけど結構分厚いカードになってて、しっかりした作りになっているカードが出たりとかですね、それ以外にメモラビリアと言われるジャージが挟まっているようなものですね。こういったこれ実際に八村選手が着たユニフォームから切り取られているジャージなんですけど、そういったのが入っているカードが出たりとか、そういった形になっています。これはイマキュレートというシリーズで出たやつですね。1箱20万しないぐらいのボックスから出たカードです。といったところでですね、購入する箱の種類によっても、いろんな種類があったりとかですね、出るカードの内容が違ったりとかそういうのがあります。当然高ければ高いほどこういったシリアルのカードが出やすかったり、そういったですね違いがあります。イマキュレートとかはほぼシリアルがついてるんじゃないですかね。何枚限定だよと、99枚限定とかこの枚数限定の数が増える可能性ありますけど、そういった仕組みになっているというところです。でですね、先ほどお話ししたカードの種類なんですけど、ちょっと今手元にですね、すみません、ベースのカードがないんですけど、種類がいくつかありまして、カードの種類はですね、まずベースのカードっていうのがあります。
であとパラレルのカード、これはですねレッドクロックドアイスパラレルって言われて、このキラキラしているそういった加工が施された、普通とは違う特殊なパターンで、あとはインサートカードって言ってですね、例えばこういう普通のカードとちょっと違う特殊版のですねちょっとレアなカード、インサートっていうものですねと、あとはこれはインサートじゃなくて本当はメモラビリアって言うんですけど、こういったジャージが入ってるパターンのやつと、あとはですねこういうですね、もうこういったサインが入っているオートグラフがカードに入っているカードになります。そんな形でですね出るカードにもいろんな種類がありますので、そういったのがあるんだなと。でこのオートグラフに関しては、これはですね直接このカードに八村選手が書き込んでくれてるんですけど、こういったものと、こちらはですねシールオートって言って、このシールの部分だけ選手がですねこうシールにバーってたくさんこう書いてメーカーさんが貼ってるカードで、この2種類があります。でこのサインもですねどっちが価値が高いのっていうと、やっぱりこのカードを選手が手に取って直接書いているので、こっちの方が付加価値が高いものになります。はい、あとはですね選手、カードに載っている書かれているこの選手の内容によっても当然価値は変わるんですけど、人気ある選手とかその活躍している選手とかはやっぱり価値が上がりがちですが、その選手だけじゃなくていくつかのパターンがあって金額が分かれます。基本的に一番安いのは、2年目以降の選手のカードが安めで、その次が、レジェンド系と呼ばれているすごい昔にこう活躍してた選手とかで、その次が、活躍しているスターの選手ですね。レブロンとか、そうですね、今で言うとドンチッチとか、そういった選手のカードが、人気です。で、一番人気なカードは、基本的にこの RC マークがついているルーキー選手ですね。このカードが、価値が一番上がります。はい。なので、よくグループブレイクやってる方とかお店さんとかですね見ると、このルーキーカード出るとルーキー来たとかって言ってますけど、それはこのルーキーカードがあるカードが一番価値が出るから、これみんな欲しがってるんでしょうというところで、このルーキーカードと言っているといったところがあります。で去年すごいこのカードのですね価値が跳ね上がったのはザイオン・ウィリアムソン選手がいる年で、このルーキーカードの価値がすごい上がって、最終的にすごい投資価値に紐づくんじゃないかっていうのでボックスの単価が跳ね上がったというのがありました。で先ほどお話ししたような2億円になったカードとかはヤニス・アデトクンポ選手のカードだったんですけども、そのカードは、ここのこれじゃないんであれなんですけど、こういったパッチとサインがついているカードで、ルーキーパッチオートグラフと呼ばれるやつで、略称 RPA と呼ばれているやつですねだったんですけど、それのですねこのパッチが一番価値が高いロゴマンというものだったと。で、それはですね基本的にワンオブワンという世界に1枚しかないやつだったので、その価格になったんですけど、それはですねアデトクンポがまだ今ほど活躍する前に、それをですね購入した人は300万でそのカードを購入したそうです。その方はきっと将来ヤニスが活躍するのか、それともすごい好きだったかどっちかだと思うんですけど、でその後数年経ってヤニス・アデトクンポがチームの MVP を2年連続で取ったと。でそれによってすごいヤニスの価値が跳ね上がって、2年まで到達したというところで、やっぱり初年度のカードなんですよね。ルーキーイヤーのカードでさらにこのパッチがすごいいいロゴマンが入っていて、そのサインのカードということですごい付加価値が上がったということで、やっぱその辺をですね押さえておくことが重要なのかなというふうに思います。で今お話ししたそのロゴマンが出るボックスっていうのもやっぱ限られていて、基本的には高級ゾーンですね、このカードのボックスとしても高級なものに限られるのかなといったところで、それを引くことが重要だと思います。ラインナップでいうとナショナルトレジャーとかですね、フローレスとか、そういったですねすごい高いハイエンドのボックスから出るものになってます。フローレスとかですね、昨年のそのザイオンがいた年は60万ぐらいだったかなとかで取引されていて、さらに上にエミネンスっていうのがあるんですけど、それは300万とかだったので、もうちょっと意味がわからない金額ですけど、そういうのがやっぱ出たカードがすごい付加価値がつくということで、やっぱ安いボックスもいいんですけど、安いボックスからはさすがにその何億みたいなのは出ないのかなと。
で今年もですねそのフローレスっていうボックスから、ザイオンのロゴマンが出て、それがですねすぐアメリカで取引されて、ザイオンまだ1年目なので2年目に今入ったばっかなので、そんなにすごい活躍してるわけじゃないんですけど、もうそれが今3500万円で、落札されたということで、今後ザイオンが活躍していくと、もしかしたらヤニスを超えるかもしれないですし、すごい金額で取引されるということが、起こるのかなというふうに思います。なのでなんか投資価値みたいなところに言っちゃいましたけど、そういう意味で言うと、レア度が高いっていう意味で言うと、RPA のカードで、すごい活躍する選手とか、そういったところのカードが、すごい価値が上がるのかなというふうに思います。でルーキーが価値が上がるので、ザイオンとかも新人王取ってないですから、結局新人王取らなくて1年目2年目はそんなに活躍してなかったのに、5年目になったらとんでもない活躍してたみたいな選手が、振り返るとルーキーイヤーにみんなカードがそんな大事にしてなくて、すごい綺麗なカードが数が少ないとか、そういういろんな要因があったりするので、カードを大事にしながらですね、その成長をですね楽しみにしながら、持っているっていうのが非常にいいのかなというふうに思います。私はとにかくこの今持っている八村選手とかですね、ザイオン選手のカードもそれなりに持ってますけど、そういったところのカードがですね、価値が出てくれる以上に、活躍してくれると私は嬉しいなと思いますので、そういった感じでですねカードを集めています。なのでですね、今回はそういった最初カードを始めたいと思っていて、何を集めていいか分かんないと、どこから買おうかなって悩んでる人向けにちょっと動画を、作ってみました。今後もですねこういった感じでカードについてのですねお話をちょこちょことアップさせていただけたらいいなと思います。では今回の動画はですね以上で終了としたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは。